こんにちは、ビエンです。今回は石垣島旅行でございます。石垣島は沖縄本島の南西約 400km、日本最南端エリアにある大人気の離島でございます。島の大きさは沖縄本島西表島に続き3番目です。そして令和7年4月の観光客数は13万人を突破したそうです。ちなみに人口は5万人弱。また石垣港離島ターミナルからは西表島や竹富島など人気の離島へアクセスできるため、石垣島を拠点に離島巡りを楽しむ方も多いです。からの青い海や大自然の絶景だけでなく料理も美味しいんです。梅雨明けの石垣島旅行、本当に最高でした。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録や高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。私は今日暮里駅に来ております。今回は羽田空港ではなく成田空港から石垣島に向かいます。朝一で東京から成田空港はちょっとしんどいので、前日の夜に成田駅まで行き、空港近くのホテルに宿泊しました。石垣島までは3時間以上かかるので、空港で朝飯を食べてから向かいます。今回はピーチを利用して向かいます。今年の沖縄は梅雨明けがかなり早く、今週はがっつり晴れだそうです。成田空港から石垣島まで3時間以上でしたが、ちょっと寝ていたんでね、あっという間に到着しました。めちゃくちゃ美しい景色が広がっております。ちなみに行きの飛行機は窓側じゃなかったので、帰りの飛行機の映像でございます。同じ日本とは思えないくらい美しい海の景色が広がっております。石垣島に到着しました。今回で3回目です。前回と前々回は4月と10月だったんですけど、6月がぶっちぎりで混んでいます。空気がやっぱ違うね。ぬるんってしてるわ。とりあえず記念撮影をしてレンタカーを借りに行きます。石垣島に到着しました。1年2ヶ月ぶり。一応6月の4週目で梅雨を明けたらしいんですけど、まさかの到着した瞬間にゲリラ豪雨が来るっていうね。音聞こえると思うんですけども、とんでもないもうゲリラ豪雨です今。ただ奥の方は晴れてるんで、飯食べてる間に止むでしょうということで、とりあえず着いて最初に向かうのはグルメでございます。石垣島は離島ターミナルの近くに市街地があり、飲食店やお土産屋さんが連なっており、かなり栄えてます。まず最初に向かうのは市街地にあるユーグレナモールでございます。しばらく進むと石垣島らしいいい雰囲気になってきました。もう少しで到着です。この辺りまで来ると離島にいるとは思えないほど栄えております。新しい建物もどんどん増えてる印象です。そして目的地周辺までやってきました。この通りがね、めちゃめちゃ栄えてるんで、石垣島旅行の際はこの辺りのホテルに泊まるといいと思います。ユーグレナモール見えてきました。とりあえずこの駐車場で行くか。ここ高いからか空いてんだよね、いつも。到着。いやー、雨やんでよかった。ここをまっすぐ入っていくとあるんですよ。目的地に到着しました。やってきたのは石垣市公設市場でございます。ここの1階はフードコートみたいになっており、様々なお店のグルメを堪能することができます。そして2階にはお土産屋さんがあります。ここはこんな感じでお土産がたくさん売ってます。2階もね、許可いただけたんでパパーっと紹介します。そしてお待ちかねのランチタイムにしようと思います。ちょうど揚げたてが食べれそうなので、まずはあの名物を堪能します。6個入りのやつください。塩サーターアンダギーを1袋購入しました。6個入りで600円でございます。めっちゃうまそう。これ塩とプレーンって何が違うんですか？石垣の塩を練り込んでいて、甘さの中にちょっと塩。実は3回目なんですよ。ということで、いざ実食。やっぱうまいわ。なんかうまいって分かった上で食べてもうまい。続いてこちらの金城製麺さんで八重山そばをいただきます。混ぜそばの並とジューシーセット。シンプルな八重山そばもめちゃくちゃうまいんですけど、今回は混ぜそばでいただきます。
支払い方法は現金の他に PayPay や交通系 IC、クレジットカードが使えます。待つこと1分。おお、うまそう。ジューシーのツヤがすごいね。輝いてる。僕ね、今年もここに来てしまったね。右がジューシーで左がピリ辛混ぜそばで塩サーターアンダギー。もう3個しかないじゃん。もうとりあえずここで食べてから石垣島旅行いつもスタートするっていうね。普通3回目だったら別のお店を探すと思うんですけど、何回も来てしまう不思議な魅力のある市場です。まずはジューシーからいただきます。初めての沖縄旅行からすっかりジューシーにはまってしまいました。続いてピリ辛混ぜそばもいただきます。しかし初めて来る場合はシンプルな八重山そばをおすすめします。辛いのが苦手な人でも楽しめる旨辛系の混ぜそばです。ジューシーが一瞬でなくなったね。ジューシーと混ぜそばからの食後のアンダギーも最高でした。個人的にはもう塩サーターアンダギーとピリ辛混ぜそばがおすすめですね。前回来た時よりもなんか人は増えてる気がするね。次来る時は3階にある市場食堂に行こうと思います。からの今日は食べます。もう2店舗連続で。そして日差しがもうさっきと全然違う。もう空見てください。青空。さっきのゲリラ豪雨がもう嘘みたいに快晴です。ついに石垣島旅行を3回目にして初めての快晴。そしてグルメからのグルメということでやってきたお店はこちら、バニラデリでございます。絶品すぎるアボカドわさびソースのハンバーガーをいただきます。現金以外も利用できます。いやー、これが食べたかったんだよね。そしてついにやってきました、アボカドわさびバーガー。前回は確か最終日に食べたんですけど、今回は初日から食べます。じゃあこのパティは注文受けてから焼いてるんでね、もう焼きたてのお肉を堪能できます。でアボカドからのこのわさびソースがもうほんと最高です。こちらは A セットなんで、ハンバーガーとポテトとサラダとジュースがついてます。おー、熱々。匂いはね伝わらないと思うけど、マジでいい匂いなんだよね。いやー、うまい。このわさびソースが本当にうまいんだよね。サーターアンダギーと混ぜそばとジューシーを食べた後のハンバーガーですが、それでも最後まで美味しく食べれます。うますぎてサラダ食べるの忘れてた。いや、うまかったね。久しぶりのアボカドわさびバーガー最高でした。この時は頭の中がずっとわさびバーガーでいっぱいだったんですけど、他にもサンドイッチや丼など美味しそうなものがありました。いやー、美味しかった。石垣島着いてしょっぱなめっちゃ食ったね。ジューシーとピリ辛混ぜそばとアンダギーとアボカドわさびバーガー食べて、胃袋が幸せですわ。しかも天気もほんとめっちゃいい。前回が沖縄本島で、1月宮古島、2月沖縄本島で、寒かったんですよね。なかなか寒かったんですよ。南国感をね体験できなかったんですけど、今回ついにね梅雨明けできたんで、もうめちゃくちゃ暑い。カメラぶっ壊れそうだもん。日中はちょっと暑すぎてあんま歩いてらんないね。これは日傘と帽子とサングラスがないと大変ですわ。食後のスイーツタイムでここで元気シェイクを飲もうと思います。今年もやってきた。とりあえず T シャツをね買いましょう。あ、白あるよ。白でもいいな。色がついてるやつもねいいなと思ったんですけど、暑くなさそうな色がいいよね。これ悩むね。青だけで3つあると悩むね。前回の石垣島旅行で毎日飲んでいた元気シェイク、今回は T シャツも購入します。1年2ヶ月ぶりの元気シェイク。俺はもう石垣島に来たらもう毎日飲んだ方がいい。うまっ。いやほんとうまい。これは元気シェイクのプレーン味なんですけど、この元気シェイクのヨーグルトバージョンもあるんですよ。で次はもうすぐ近くにあるもう1店舗の元気シェイクのお店行って、そこでヨーグルト味を買います。ここは何て言うんだろう、元気ミルク、石垣ヨーグルト。私は元気シェイクのプレーン味派なんですが、相方はヨーグルト味派ということで、こちらのお店にやってきました。元気シェイクのプレーンとヨーグルトで飲み比べしたいときはそれぞれのお店で買う必要があります。シェイク以外にはプリンやジェラートも売っています。支払いは現金のみとなっております。グルメとスイーツを堪能できたので、一旦駐車場に戻ります。これうまそう。正治一行一会の美味しかったですね。そういえば宮古島で食べましたが美味しかったのでおすすめです。
あ、でもこれ本当これ男でも日傘ないとやばいね。これ一旦ちょっとユーグレナモールに避難して、これ日陰から駐車場に向かいます。そして次は絶景スポットに向かいます。いざ出発。石垣島の美しい景色を堪能しながら次の目的地に向かいます。ここ右行くと万名公園で展望台がいくつかあって、ここから見る景色も最高です。この辺まで来るともうあれですね、コンビニとかないんで、さっきの市街地で水買えばよかった。すごい潮が引いてすごいことになってるわ。こんな低いんだね。ちょいと途中下車で、今が2時ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ潮が引いてますね。あーすごい、ほんと晴れると全然違うね。10月と4月と来てて、今回6月で、やっぱ6月が一番いいね。今日はなんかこっち夕日かな、夕日が見える方向こっちかな。夕日もなんか良さそうですね。今日は石垣島の素晴らしい景色とともに、チャンネル登録高評価お願いします。実際に来て肌で風を感じないと分かんない感覚だな。このなんだろう、このぬるい風っていうか、ふわーんって感じがするんですよね。1月とか2月の沖縄本島とか宮古島もまあ楽しかったんですけど、やっぱちゃんと暑い時期に来た方が多分シンプルに景色のと楽しいですね。次の目的地まであと4キロ。遠くの方に見える海がめっちゃ青い。肉眼だとちらほらね、遠くの方に海が見えるんですけど、めちゃめちゃ綺麗。道路はこんな感じで、基本的にずっと幅が広い道が多いんでね、かなり運転がしやすいです。これを入っていくと小神崎、ここから 600m 登っていくと灯台があります。でその灯台の先にある景色がめちゃくちゃ絶景なんです。今日晴れてるからめちゃくちゃ眺めいいと思う。到着。小神崎灯台にやってきました。小神崎灯台は離島ターミナルから車で30分くらいの場所にあります。断崖絶壁に位置するこの灯台からは美しい絶景を見ることができます。まだ灯台は突き当たりなんですけど、もうすでにこの時点で景色がめっちゃいい。見てください、この海の景色。水を買ってから行きましょう。こまめにね、水を飲まないともうね、倒れますね、これは。せっかくなんで沖縄限定優しい軟水。やばい、水うまい。空青一色の空にポツンと灯台が。石垣小神崎灯台、昭和58年3月に建設され、でこっちの奥一回これ階段登って、でなんか草むら進んでいくんですよ。ちょっと細い道をね。で草むら抜けた先がすごいんですよ。いや快晴時だとあれですね、眩しいから偏光のサングラスした方がいいですね。サングラスした方が逆に景色綺麗に見えるわ。反射とか抑えられるんで。絶景をどうぞ。すごい独特な地形。ここもすごいけど、もうこの先がさらにすごい。この辺りからちょっと道が険しくなります。暑い。おー、でこっちもすごい。肉眼で見た方がいいね、これは。360度はこんな感じになっております。新しいカメラ買ったんで撮影も楽しい。あ、でもここ覚えてる、この細い道。なんかすごい草が伸びきっちゃってさ、まあいけなくはないか。いてやばい、去年よりやばい。去年より葉っぱが伸びちゃってて、いやこれ大ダメージ、これマジで。すごっ。トゲトゲの葉っぱゾーンを抜けて絶景スポットに到着。なんか長袖長ズボンで頑丈な服じゃないとやばいかもしれん、これね。でもなんか前回来た時よりも風は強くないね。すごー。石垣島といえばビーチを想像する方も多いと思いますが、こんな感じでね、大迫力の絶景スポットもあるんです。でも今回全然風がないね。やっぱ梅雨明けとかだとあれなんですかね、風が弱いのかな。年に2回ずつぐらい来たい。あと夕日良さそう。今日とかさ、めっちゃ綺麗に見えんじゃん。7時半から8時ぐらいかね。ちょっとあんまり滞在できないな。ちょっと暑い。熱中症になる前に車に避難しよう。もう何分いたんだろう。20分くらいかな。20分くらいしかいなかったんですけどもう水飲み終わります。500じゃ足んない。マジで2リットルか3リットルぐらいあった方がいいわ。石垣島最高。
ありがとうおがんさき。続いてフルーツランドだっけ、石垣フルーツランド。先ほどの灯台の近くにある石垣島フルーツランドでカットフルーツとマンゴーのジェラートをいただきます。とりあえずパイナップル。パイナップルうまっ。スターフルーツ。個人的にはパイナップルが一番美味しかったです。ちなみにジェラートやフルーツの内容は時期によって変わるそうです。そしてマンゴージェラートは6種類あり、アップルマンゴーと金香マンゴーのジェラートにしました。アップルマンゴーのジェラート甘くて美味しかったのでおすすめです。いやー美味しかった。外めっちゃ暑いけど奥の海がめっちゃ綺麗。石垣島フルーツランド。そして次は石垣島の大人気スポットに行きます。時間的にもちょうどいい感じなんじゃないこれ、日の向き。すごい左奥めっちゃ水色。次の目的地まであと4キロ。石垣島はねもう全部近いんでね、本当に観光がしやすくて最高ですね。石垣島は端から端まで車で1時間半くらいで行ける少し小さめの離島ではありますが、行くエリアによって様々な景色を楽しむことができます。続いてやってきたのはカビラ湾でございます。駐車場空いてるかな。今3時半だと逆に空いてんのかな。ここの駐車場は逆に現金が使えないんで、交通系 IC とか PayPay とかクレジットカードが使えます。珍しいですよね、逆に現金使えないパターン。今年もやってきたカビラフーチパーク。カビラ湾はミシュランガイドで3つ星を獲得した石垣島屈指の絶景スポットでございます。懐かしいこの感じ。1年ぶりのカビラ公園。かなり暑いので日陰が多い展望台の方から観光します。また水買っとこう。観光スポット1個回るごとに水1本飲むレベルじゃないとちょっと脱水症状でやばそうだね。これ120円、良心的だ。お、すごい、めっちゃ青い。なんだかんだカビラ湾さ、毎回来るたんびにさ曇りとか雨とかだったからさ、今回人生で初めてのカビラ湾の本気を見てるのかもしれない。今このなんかさ隙間から見える感じすごくない？お、すごい、なんかもうさ CG みたいな青さ。すげえ、めっちゃ多い。じゃあ今ちょうどいい時間じゃん、この潮の道。すごい、めっちゃ多い。展望台には屋根があり、日陰のため涼みながら絶景を堪能することができます。いやー、南国感すごいね。ちなみに後日知ったんですけど、潮が引いてくる時間よりも潮が満ちてくる時間の方がかなり綺麗に見えるそうです。やっぱ日陰涼しい。日陰に入ると全然違います。しかもこの階段を降りるともう一気に日向です。体感温度は多分10度ぐらい変わるんだろうか。めちゃくちゃいいロケーションだね。白い砂浜と青い海と絵に描いたような素晴らしい景色だ。眩しすぎて全然何も見えん。グラスボートは5時ぐらいまでやってんのかな。びっくりするくらい暑いけどビーチを歩くのもおすすめです。めっちゃいい。めっちゃ冷える。いやもう全然水風呂の方が冷たいね。なんかめっちゃぬるかったわ。でもちょっとやっぱ足濡らすだけでやっぱ違うね。ナイトプールとかないのかね。カビラ湾からはグラスボートも出ております。料金は2025年4月から上がったみたいです。大人1人1700円、子供1人800円でございます。朝9時から5時まで運行しているところが多いそうです。暑い。耳も暑い。やっぱ日向にずっといると危ないね、これは。ちなみにここ記念撮影におすすめです。なかなか映えます。フォトスポットあるよ。アイラブ石垣島。ここにもランチで食べた塩サーターアンダギーのお店があります。
ありがとうカビラバン。続いて石垣島ならではの観光スポットに向かいます。そして駐車場が見えてきました。今日は満潮の時間が7時半らしく、今は4時半、あと2時間半で満潮と考えると歩けるかどうかわかんないですけど、とりあえず見てみます。名倉アンパルにたどり着きました。ここは海とね川の水が混じってる汽水域っていう場所があって、さまざまな生き物とかをね見ることができるんですけど、ちょっと満潮に近いので、どうなるかわかんないんですけど、とりあえず行ってみますか。もう暑すぎて、もうこの帽子にタオルを巻いて、もうこの完全防備で行きます。レッツゴー。あ、いいねこの日陰が。ジメジメしたとこにさ、蛇とか出そうで怖いな。去年も同じこと言ってたかもしれん。あ、前回来た時は干潮だったのかな。もう結構ね潮が引いてたんですよ。でこんなもっと奥まで潮が引いてたんで、ここからぐるーっと橋の下まで行けたんですけど、今回は満潮2時間前ということで、ご覧の通り、これはどうなんだろう、行けるのかな。見てくださいこの景色。この流木もいい感じですよね。なんか無人島に漂流したみたいな景色です。海がキラキラ光ってます。これは今日の夕日はどうなんだろうか。この帽子プラスタオルめちゃくちゃいい。でも最初からこうなってるね帽子とか売ってるじゃないですか。もう Amazon とかでね、買った方がいいですね。マジで全然違う。日差しが強すぎて、もうなんかちょっと日焼けしたとかじゃなくて、ガチなやけどみたいになりそう。めっちゃいい景色。こっから先がもう満ちちゃってますね。もうサップとかで行くレベルじゃないこれ。でもなんかサンダルの跡があるな。こんな感じです。めちゃくちゃいい景色。めちゃくちゃでかい。この中にヤドカリがいました。あったかいね。でもこっからさ、どんどん深くなっていくって考えたら怖いな。帰りが危ないかもしんない。今すでに膝下まで来てるから、めちゃくちゃあったかい。もうお風呂みたい。全然冷たくないんだ。これ何度なんだろう。なんか36、7度ぐらいありそうな感じ。すごいでかいヤドカリがいっぱいいる。うわ、大量の船虫。うわ、なんかやばいのがいっぱいいる。帰りのことを考えるとちょっとやめとくか。明日実は西表島行くんで、なんかやめとこ。またなんか変な虫が水面にいっぱいいて、ちょっとうわってなっちゃった。ちょっとここの雰囲気はちょっと個人的に好きですね。こういうとこでぼーっとね、朝日だか夕日だかを見て、こういうとこでぼーっとおにぎりとか食ったらうまそうだ。明日は朝から人生初の西表島に行って、ちょっとカヤックとトレッキングで滝をね見に行きます。滝壺に行ったり滝壺の上に行ったりするんで、3日後か4日後には出てると思うんで、ぜひこの機会にチャンネル登録して西表島の動画も見てください。てな感じで一旦戻りやす。やっと橋の上まで戻ってこれました。ここが深すぎて、ここ乗り越えればあそこはね歩けるんですけど、ただでも言うて幅が全然ないからね、やっぱ干潮時に来ないとダメですね。しかし景色は最高です。いやー、石垣島旅行初日からね弾丸スケジュールでグルメも観光も堪能できました。ちょっと暑すぎて熱中症になりそうなので、一旦ホテルにチェックインして水シャワー浴びて休憩してから夜ご飯にしようと思います。おー、ツインルームでございます。これあれなんですよ、割とリーズナブル。2人で3泊で3万円を切りましたね。なかなかリーズナブルな場所を見つけました。かすかにですが、なんとかブリッジと海が見えます。で市街地からも近いのと離島ターミナルも近いので、割とアクセスはいいです。すごい綺麗。最近できたのかな。今回は3泊ともこの部屋に滞在します。基本的にもうね、風呂入って寝る以外でホテルにいることはないので、もうめちゃくちゃちょうどいいですね。しかも冷凍庫と冷蔵庫もあるので最高です。電子レンジもあります。めっちゃいいベッド。硬い。ちょうどいいベッドだ。疲れがどっときたわ今。意外とハードな一日だったかもしれん今日は。でも楽しかったけどね。そしてね、そういえばあれなんですよ、リュックが変わってるんですよ。実はリュックが変わってまして、めちゃくちゃ大容量のリュックになりました。今回ちょっとねお仕事いただきやして、トムトックさんで、今回はちょうど
リュック新しくしようかなと思ってたんで、こちらのね、お仕事を受けさせていただきました。こちらの商品はトムトクさんのトラベルバックパックでございます。旅行や出張時に大活躍すること間違いなし、大容量で出し入れも楽ちんなバックパックです。今回は石垣島旅行だったので、水着やアクティビティ用の機材などを持っていったため、キャリーケースプラスこのリュックになってしまったんですけど、基本的に衣類、パソコン、化粧品など最低限の荷物であれば、むしろスペースに余裕ができるくらい大容量のバックパックです。見た目はかなり大きいんですけど、飛行機に持ち込み可能なサイズです。またチャック部分は YKK ジッパーで開けやすく閉めやすく、壊れる心配もなさそうです。さらに生地は撥水加工もされています。で実際、忖度とかなしでマジで普通にいいです。何がいいかっていうと、シンプルにサイズもそうなんですけど、この縦に割れる部分にはパソコンが入るんですよね。パソコンが入れられて、でこっち閉じて、でこれができるんですよ。こう横開きできるんで、だから旅行先とかでちょっとだけなんか荷物取り出したいとか、出し入れするときにめっちゃいいんですよ、これ。観光中にずっとこのリュックショっていうのはさすがにでかいから、このさらにバッグの中にバッグが入るというね。でさらに旅行先で機材持ってったりとか、いろいろ荷物が多いんだよねって人は、これプラススーツケースで、移動することになると思うんですけど、ここにこれがついてるんですよ。スーツケースに挿して、スーツケースの上に置いた状態で、旅行先で、荷物のね、置く向きは考えないといけないですけど、これ出し入れがね、楽々というか、この幅で出し入れできるっていうのがめっちゃいいですよね。で、折りたたみ傘とか、500のペットボトルとかね、飲み物は横にこうやってさせるんで、かなり使い勝手がいいです。多分もう1泊2泊だったらもうスーツケースなしで、もうこれだけで全然いいと思いますね。で、リュックとして使う時も、これがついてて、分厚いので、背負った時の負担もね、あんまりないですね。結構重くしても、割と歩けちゃうって感じですかね。もうこう見ると結構でかいね。そろそろリュック買い替えようかなと思っている方は、ぜひ概要欄の URL からご覧ください。到着しました。今夜のお店はこちら。予約をしていたのでスムーズに入店できました。久しぶりのお寿司屋さんということでテンションが上がってきました。何を食べようか悩みます。お寿司以外の一品料理も気になるメニューがたくさんあります。なんだろうグルクンって。とりあえずこれと島野菜って野菜天ぷらの食いたいね。しかしやっぱりエビ天も食いたいということで天ぷら盛り合わせにしました。シークワーサージュースとお通しが到着。とりあえず乾杯。今日お仕事だった人もそうでない人もとりあえず無事に今日が終わりましたね。お疲れ様です。貝の名前聞いたんですけど忘れちゃいました。このお通しね、豆も貝もどっちもね美味しかったです。茶碗蒸し。おー、熱々だね。これは一気に一口でパクって食べたらやけどするかもしれない。うまそう。めっちゃうまそう。これが特上握りセット。至福の時だ。やっぱ寿司はいいね。石垣島旅行初日から贅沢に行かせていただきます。そして私の単品のお寿司も到着しました。久しぶりに食べるんで卵とかんぴょう巻きも注文しました。このかんぴょういい感じの甘さでシャリとの相性も良くてめちゃくちゃうまかったです。石垣島ってお寿司のイメージなかったんですけど、いやうまいっすね。盛り合わせもあるし1貫ずつ単品で注文もできるっていうのが最高でした。うまそう。石垣牛。今夜は贅沢に肉寿司も堪能しました。普通のお寿司も美味しいんですけど肉寿司もうまい。しかしこのお店にはお寿司以外にも美味しいものがたくさんありました。続いて沖縄名物のグルクンの唐揚げをいただきます。久しぶりにこういうの食べると美味しいですよね。小魚の唐揚げとかと違ってね、丸ごと食べてカリッとした食感を楽しむっていうよりかは身の部分だけを食べる焼き魚に近い感じでした。続いて天ぷらの盛り合わせをいただきます。このまっすぐのエビ天の感じとこの盛り付けの仕方めっちゃ好き。続いて椎茸。うまい。久しぶりにさつまいもやレンコンの天ぷら食べたらなんか心に染みました。
いやでもやっぱりね、エビ天が最高です。いやー、やっぱお寿司いいね。美味しかった。でもあっという間に日が暮れて、ちょっと夕焼け見たかったんですけど、暮れちゃいましたね。ちょっと石垣島滞在中にめちゃくちゃ綺麗な夕日を見たいな。そして、時間がね、割とまだね8時なんですよ。夜の街ぶら散歩しようと思います。離島ターミナルの近くをブラブラ歩こうと思います。この辺は夜遅くまでたくさんの人で賑わっております。とりあえずご飯に困ったらこの辺に行けばいいと思いますが、臨時休業だったり予約で満席になる場合が多いので、1店舗目は事前に予約しておいて、2店舗目はブラブラ歩きながら探すとかの方がいいと思います。夜だとまた全然違うね。本日2度目の元気シェイク、まさかの1日2杯飲むっていうね。もちろん明日も飲みます。夜9時までやってるのいいね。からのジェラートもいただきます。なんだっけ、塩ミルク。今日だけで2回目の元気シェイク。なんかもうね、洗脳されてきました。でもね、本当にうまいんですよ、これ。もうマジで石垣島に来ると元気に洗脳されますね。びっくりした。あれこれ、起きてる？こんなところに猫がだらけてる。全部夕暮れだとすごいな。今日も夜まで余すことなく観光もグルメも堪能できて最高でした。明日はかなり体力を使う予定なので、ホテルに帰ったらすぐに寝ようと思います。そうなんです。明日は人生初の西表島に行ってきます。免許を持ったツアーガイドさん同伴じゃないと行くことのできない神秘的な滝を登ります。片道だけでも30分のカヌープラス1時間のトレッキングがあります。まさに自分との戦い、無事にたどり着くことができるのか。ぜひこの機会にチャンネル登録して次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。